今日もですね、相変わらず盛り上がっております、フジテレビ問題でございます。アメリカではトランプ政権が誕生して、大騒ぎになってるのに、日本はフジテレビの問題で騒いでて、レベルが低い的な発言も見たりするんですけど、僕は日本の問題は、地上波テレビ局がこれまで芸能人とかを、従いながら、日本の世論を作ってきたのは、僕は地上波テレビ局だと思うので、実は日本の諸問題の改革の第一歩っていうのは、地上波テレビ局一丁目一番地なんですよ、この改革が。だから、日本のプロスポーツビジネスがアメリカのビジネスに負けてるのも、政治がダメになってるのも、全部マスコミのせいですから。地上波テレビ局が20年間停滞してたことが全ての問題の根源なんで、これを改革するっていうのは実はすっごい大事なことなんです。そういう僕は社会的使命感も持って、このフジテレビ問題っていうのに取り組んでいるので、ある意味変われるラストチャンスかなというふうに思ってますし、当然、他のテレビ局にも似たような問題は出てくると思います。今ですね、富士メディアホールディングス株式自社株買いしてますけれども、それもですね、うるさい株主を黙らせるための、手段でしかないし、PBR、株価純資産倍率ですね、0.5 倍を割り切ってる。もう 0.4 倍台まで来てるわけですけれども、それぐらい経営効率が悪い会社だっていうふうに思われてるわけで、今の経営陣だとこのまま変わらないと。でも、最近株価が伸びてきてるというのは、もしかしたらワンチャン、次の株主総会でひっくり返せるかもしれないっていう皆さんの期待感もあるんじゃないかなと思います。もちろんね、海外の投機筋が買ったりとかしてる部分もあるのかもしれませんけれども、その辺はちょっとね、市場のことなので、詳細はわかりませんけれども。ということで、今回のね、フジテレビの問題で、クローズアップされてるドラマで TBS 系で放送されて、その後アマプラとかでも見れるようになったのかな。新しい王様、シーズン1、シーズン2という作品がございましてですね、こちらの方が、見直されてきてるというか、藤原竜也さんが私をモデルにした主人公になってるというふうに言われてるんですけども、ちょっと不祥事でテレビを追われて、やっと最近ね、地上波テレビに復活した香川照之さんって素晴らしい役者さんが村上ファンドの役をやっております。演出、脚本の山口正俊さんを、実は長年のもうね、灘中灘高東大とずっと親友だったはずのですね、山口さんを村上ファンドが訴えるっていう。訴えたってことは香川照之さんが演じる越中ファンドは村上ファンドだって、だって越中ですよ。越中っつったら村上ですよね。村上市ってあるんですけれども、越中ファンドとかそういうのが出てくるわけですよ。もともと僕は山口さんにお会いして、村上と堀江さんのドラマやったら面白いと思うんですよね、とかって言ってて、そんなの面白いんですかマジでとかって言ってたら、何年か前に藤原竜也さんと香川照之さんで、本当に実現しちゃって僕見たんですけど、マジで面白くて、もう 90% 以上実話です。てか実話の方がよりエグい。ドラマはかなりオブラートに包んであんな感じです。テレビ局とかその周りを取り巻く芸能界の実態っていうのは本当にめちゃくちゃで、あれに描ききれないぐらいやばいことがある。なんかね、最近ね、フジテレビの問題でこの新しい王様がすごく注目されておりますけれども、山口正俊さんは実はフジテレビの社員だったんですよ。フジテレビの社員でカバチタレとかですね、その辺のドラマの演出をやってたのが山口正俊さんで、新しい王様は TBS で放送されましたけど、中央テレビっていうのは TBS っぽい感じの会社に描かれてますけど、あれは多分フジテレビです。なので、フジテレビの社内で行われてたことが、山口さんによって描かれてるめちゃくちゃリアリティのあるドラマなんです。メディアの支配者とか刑罰とか本をご紹介しましたけれども、今のフジテレビ問題の本質を理解しようとするならば、あのドラマを見るのがめちゃくちゃいいと思います。あそこにその中央テレビの社長とか会長とかその辺の人たちがどうやってメディアに叩かれてるのを回避しようとするのかみたいな、それがなんか会議室でくだらない会話してるんですけど、多分おそらく今のフジテレビの社内もそんな感じだと思います。まだね、70社以上 CM 降りたにもかかわらず、まだそんな感じの社風である可能性割とあるなっていうふうに思ったのは、今ね、渡辺渚さんですか？アナウンサーの。そちらの方の問題で、発言をスルーしたって言われている佐々木京子さん、僕も同級生なんで見ててちょっと痛々しいんですけど、佐々木さんね、僕が逮捕された直後ぐらいにご結婚されてて、その結婚相手が実はなんとライブドアの
ライブダ証券の社員、僕と同い年の社員がいたんですけど、その人と結婚したんですよ。で、僕は拘置所にいる時に結婚式があったらしく、それはもう伝え聞きなんですけど、ライブドアの社員、さすがになかなか出席しづらい状況だったらしく、一人だけ出席したらしいんですけど、佐々木さんとその社員の結婚は別に非常にめでたいことだし、僕ももし逮捕されなければ出席してたかもしれないな、みたいな結婚式だったんですが、そこでなんと、この間お亡くなりになられた佐々木さんと一緒に朝の情報番組に出てた小倉さんですね。小倉さんが乾杯のご挨拶なのか何のか知りませんけれども、やられた時に何て言ったかっていうと、フジテレビは買収されませんでしたが、佐々木京子は買収されました。って挨拶されたらしいんですけど、なんかさ、そういう感じなのよ、ノリが。フジテレビの。俺、拘置所に閉じ込められてんのに、冗談でも身内でもどっかに漏れる可能性あるのにそういうことを言っちゃう乾杯のご挨拶なのか何のか知りませんけど、そういう会社なんだろうなっていう、モラルが低いっていうのかな、なんかわかんないけど、冗談でも今そんなこと言いますみたいな。そんなフジテレビの文化が知れる出来事がそんな感じでありましたっていうのと、もう一人またタレコミが来たんですけど、AKB48 の曲で蜷川美香さんがね、演出やられたヘビーローテーションっていう、ちょっとなんかセクシーな下着姿みたいなのになって AKB48 の女の子たちが。で、PV になってて、割とおしゃれな作りで、女性の監督で、だからこそこんな映像作れたんだろうなっていうふうに思ったんですけれども、あれ自体は僕は評価されていいと思うんですが、それもね、ちょっとフェミ系の人からすると何なんだこの映像みたいに思われるかもしれませんけれども、未だにね、カラオケの MV としても使われてたりとかして素晴らしい作品だと思うんですが、またこれがね、それに関わっていた広告代理店の人なのか何なのかが、AKB48 のこの指摘すべてが見れるんでしょって言って、フジテレビの幹部の人が、そういう不埒な目的で撮影現場を無理やり見学に来たっていうタレコミがありました。嫌ですね。本当に。ということで、私もフジテレビ株買っておりますけれども、ぜひね、今回3月末までに株を買って、6月に行われるであろう株主総会で、やっぱり今のフジテレビの体質って僕良くないと思いますので、ぜひ解決されるような議案が提出されて、それが可決することを僕は望みたいなというふうに思っております。今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。